どうも、東海釣り三昧です。今回はね、ソアレエクスチューン、この間購入してきた20ソアレエクスチューンの S76ULT、こちらをね、実際に使って釣りをしてきました。で、本当はね、実調編と、僕、晩酌まで動画内にね、入れてるんですけど、実調晩酌レビューとね、やってたら、編集してたら40分ぐらいの動画になっちゃったんで、ちょっとレビューだけ別にしようと思って、今回はね、レビューだけをさせていただこうかなと思います。まず、良かった点が3つ。悪かった点は特に見つからなかったんですけど、良かった点3つあって、そうだ。その前にちょっと一回、重量をね、この比較対象が1個前の月下美人エア AGS74ULS。僕の比較対象がこちらのロッドになるんですけど、このロッドとこのロッドの重さの差ってどのぐらいありますかみたいなこともね、言われてたので、一回測ってみたいと思います。まず、ソアレのエクスチューン。こちらね、7フィート6インチです。76が 64g。めっちゃ軽い。それではね、月下美人の方。こちらもね、軽いはずなんだけど、相当。AGS なんで、カーボンのガイドで、70.5g。ここのフックキーパーがついてるんで、その分ちょっと重たくなってるかもしれないけど、76なのに、月下美人のエア AGS より軽いです。それでね、リールも、これ月下美人 MX ですけど、バンキッシュを合わせてあるので、めちゃくちゃ軽い。はい。ということでね、ソアレエクスチューン、2インチなんて5センチ程度なんですけど、長いけど、軽いです。こんだけ、2インチなんで、5センチぐらい違いますが、かなり軽いです。長さが違うのは、グリップエンドが長くて、リールシートのフット部分を合わすと、全長自体はこの 74ULS と、ほとんど一緒でした。グリップ部分がちょっと長くなってて、これが僕の使っててね、良かった点一つ目。僕投げるときに、竿尻を持った状態で投げたいんで、これがね、短いとね、こじんまり、手がね、縮こまっちゃってね、すごく振りにくい。投げた後、ちょっと邪魔かなとかも思ったけど、全然邪魔じゃなくて、で、キャストするときにね、すごい投げやすくて、この位置が。ラグゼとかの、酔姫だっけ？あの辺だと確かもうグリップエンドがなくて、このリールシートしかなくて、みたいな竿もあったと思うんですけど、あれ多分ね、僕使えなくて、落としそうでキャストするときに。で、このね、グリップエンドが長いのすごくキャストしやすくて良かったです。その辺がとりあえず良かったとこ一つ目。で、二つ目。メバルを釣るときとかに、割とリトリーブで釣る方と、リトリーブで釣るのがセオリーなのかな。一般的だとは思うんだけど、僕は、ライトゲームを始めた時にカサゴから始まってるんで、アクションつけるのがね、癖っていうか、好きで、アクションつけて、ちょっと待つみたいな、ステイさせて、アクションつけて、ステイさせてみたいな釣りから、レンジを上げたらメバルが釣れるっていうのが分かって、で、そこでやってたやつを、ボトムでやってたやつを、レンジを上げてったらメバルが釣れたっていうところからメバリングが始まってるんで、リトリーブで釣るよりも、アクションさして、フォールで食わすみたいな釣りの方が僕は好きで、もちろんリトリーブで狙う時もあるんだけど、表層を。で、その時に、これちょっとね、多分ね、見てもらった方がね、わかると思うんだけど、まず月下美人の方、アクションつけた時に、トントントンって上でしゃくって、ちょっと誘ってみたいな時に、穂先がね、穂先がこうなるんですよね。先端が。トップ1番、2番、3番、4番ってガイドがあって、2番と3番あたりがね、ティップと、逆に動いて、なんて言えばいいのかな、波状に、こういう
穂先からこういうね、なんか波状にブレる。これがエクスチューンの方は、まあチューブラーだから張りがあって当たり前なんだけど、こうやった時に素直に曲がってそのまま割とすぐ収束してくれるっていうかね、まあ、すごいね感覚の問題だと思うんでね、僕個人的な感想になっちゃうんですけど、このねアクションのつけた時の感覚がすごいねシャープで、アクションつけた時の感じがねこっちがねしっかりで、ジグヘッドの重みもしっかりね感じれて気持ちが良かったです。つっててね、2本同時にやるとわかんねえな。なんて言うんだろうな。多分ね、ソリッドティップの方が穂先が重たいんだろうね、多少。それで穂先を収束させるのに、穂先のこのブレを収束させるのに、ベリーっていうかね、ちょっとベリー寄りの方、まあ、これで言うと穂先で指さしちゃうけど、ちょっとこのね、ベリー寄りの方が穂先と反対に動いて、収束、このブレを収束させようとするんですよ。それがチューブラになると穂先が軽いのかわからんけど、収束するときにブレがすごく少ない。それがジグヘッドを操作してる感じとかもすごい鮮明に伝えてくれて、こっちの方がねリールで巻きながらリトリーブでただ巻きで乗せていくような釣りだったらこっちでいいと思うんだけど、ちょっと僕みたいになんかそのカサゴとかを狙ってる時みたいにね、ちょっとアクションつけて狙っていくような釣りだったらこっちの方がねやってて気持ちいいんじゃないかなと思います。まあどっちもね感度はどっちもいいんですけど、僕はこっちのソワレの方が好きでした。で張りがあるんで、もちろん当たりの出た時もすごいシャープな、ちょっとシャープなんていうの、ちょっと尖った当たりの出方がします。でこっちの方が当たった時にちょっとマイルド、丸い感じって言えばいいのかな当たりの感じになってます。でまあどっちも感度はいいしわかるんだけど、非常に気持ちよかった。こっちのソワレの方僕好みだから何が良かったって、もう僕の理想にバッチリハマってくれた。最高に良かったです。これ気持ちよかったっつってて、まあそんなところかな。はい、ということでね、まあ僕ができるレビューなんてこの程度なんですが、まあ何にせよ良かったのがグリップエンドが長いので非常にキャストがしやすかったっていうのが一つ目と、チューブラーのティップがねチューブラーなのでアクションつけた時の感覚がすごくシャープで穂先がぶれないのでアクションをつけてて気持ちが良かったっていうのと、当たりがねすごいシャープな当たりがね出るのでその辺も僕の好みでしたという、まあ本当にね僕好みだったっていうだけのレビューなんですけど性能がどうのこうのってもこちらもね、まあ、ほぼほぼ結構ダイワのメバリングのハイエンドクラス的にはダイワとシマノで大体同じところのランクにいる竿同士だと思うんで、まあこちらもね当然いいんですけど、どっちが好みかって言われたら僕はねこちらの方が好みでした。でこれリールバンキッシュでちょっとね持ち重りするかなと思ったけどどっちもすごい軽いから全然僕は気になりませんでした。これがねもうちょっと重たくなってくると気になってくるのかもしれないけど、こっちはねリールが結構 MX で重たいんで重心がね本当に手元に来てるからそれはそれで釣りがしやすいんだけど、バンキッシュめちゃくちゃ軽くて最高に良かった。この組み合わせ僕的にはねめちゃくちゃおすすめ。バンキッシュは C2000S です。はい、ということでね今回は本当は実長編もくっつけようと思ったんですけど、すごく長い動画になってしまうので、実長編は次回紹介したいと思います。実長編と実食ね釣れた魚のもう撮ってあって編集途中なんですけど、ちょっとレビュー別にしようと思って急遽今撮り直してるので、こちらを先に公開した後次回
実況編と、釣れた魚で僕の恒例の晩酌を紹介しようと思います。チャンネル登録されてない方はぜひよろしくお願いします。それでは、今回はソアレエクスチューンのレビューでした。どうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。